Yuta at home。 僕の部屋にお帰り NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。さて最近の僕ユータですけどね、もうねなんかいろいろね個人的にもバタバタしたりして1月があっという間に過ぎちゃったなと思っちゃって、いやもちろんねしっかりこう自分のやることをやりながら時間が過ぎたんでいいんですけど、2022年はちょっとこれあれだなと思って、俺計画立てるのあんまり好きじゃないんだけど、ちょっとしっかり計画を立てて2022年何をしたかっていうのをこう明確にね分かるようにしたいなってふと思っているこの頃です。はい、そんなゆうたなんですけど、今週の1曲目を、お送りしたいと思います。 NCT127 でフォーカス。 I can't wait to chill. What you wanna do? Yuta at home。 NCT127 ゆうたのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム。今日はですね受験生応援企画勝手にユータ先生です。はい、受験シーズン真っ只中ということでいただいているメッセージの中から受験生リスナーのメッセージをピックアップして、僕ユータ先生からぴったりな言葉を勝手にプレゼントしますというね、もう本当にねもうユータ先生でなんかみんなに何か言うのもおこがましいんですけどね、今日はねきっちり先生役をできたらなと思います。それでは早速始めてみたいと思います。まずはラジオネームバナナウユさん。ゆうたくんただいまお帰り。私は毎週ゆうたくんの声で日々の疲れを癒しています。実は私は今年受験生でそろそろ受験本番も近づいてきています。そうだね、最後の最後まで勉強を頑張れるようゆうたくんに応援してもらえると嬉しいです。このような世の中で不便なことが多いですがまた会える日を楽しみにしています。これからも頑張ってくださいとメッセージいただきました。ありがとうございます。バナナウイさん、まだ本番はねこれからだと思うんですけど、とりあえずね今までお疲れ様です。ほんとね大変なこともあったと思うんですけど、まあねここまで来たからねもう受験生のみんなに言いたいけどやるしかないよね。やるしかない。で終わったらまたね楽しい学校生活だったりねいろいろ待ってると思うからもう一踏ん張りね頑張ってほしいなと思います。そんなバナナウユさんにはこの名言をプレゼント。ミュージシャンルイ・アームストロングさんの言葉。途中で諦めちゃいけない。途中で諦めてしまったら得るものより失うものの方がずっと多くなってしまう。これはね僕もすごい同感で、このラジオでも話したかな。もう俺が日本に帰りたいとね家族のねお母さんにね言ったことがあったんですけど、本当にね似たようなこと言われましたよ。これまでの努力はどうするのって捨てるのって言われたことがあって、これはねすごく共感できますね。すごくね大変な時期だと思うし本番に対するプレッシャーとかもあると思うんだけど、そのね昨日までの今までの自分を一回見つめ直してほしいね。どういう風に頑張ってきたのかとかいろいろな思いがあると思うからね。で俺が言葉をかけるとするならばとりあえずそうだね一人じゃないよっていう言葉をかけたいね。一人じゃないし今までのバナナウイさんのね努力を見てくれてる人は必ずいるよっていうことはねかけてあげたいなと思います。なんかね受験勉強ってやっぱこう自分との戦いだろうけど絶対ね見てくれてる人いると思うよ。お母さんがこうほら徹夜のおにぎりを作ってくれた時とかさあるじゃん。そういうのコーヒーをちょっと置いて出て行ってくれるとかさ、そういうさ努力っていうのは絶対に見てくれてる人がいると思うからまあねもちろんねこれは自分でこうね追い込まないといけないんだけど、それでも気を楽にしてね一人じゃないよって言いたいですね。頑張ってねバナナウイさん、俺も応援してます。では続いてラジオネームマシュマロさん。ゆうたくんただいまお帰り。私は受験日が近づくにつれて不安な気持ちが出てきてしまっているのですが、ゆうたくんがここぞという時に行う気合の入れ方はありますか？ゆうたくんも体調に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。大好きですといただきました。はい、ありがとう。俺も大好きよ。そんなマシュマロさんにはですねこの名言をプレゼントしたいと思います。野球選手のイチローさんの言葉。自分の限界をちょっとだけ超えていく。そしてそれを続けていく。
俺ね、イチローさんのこういう名言めっちゃ好きで、昔ね、めっちゃ見てたんですけど、いい言葉ですね。自分の限界をちょっとだけ超えて、それをちょっとずつ続けていくというね。やっぱり続けることが大事。で、ちょっと自分のしんどい位置ぐらいを狙って、それを続けていくと進化していくっていうことだと思うんですけど、そうね、ここぞという時に気合を入れる方法か。俺ね、それこそあんまりないんだよね。気合入れすぎると空回りしちゃうタイプだから、もうなんか緊張した時とか、なんか気合入りすぎた時ぐらいは、へい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 、ユダ、ちょっと落ち着けって、リラックスってやるタイプなんだけど、だから俺はね、っていう気合の入れ方あんまりしないかもしれないね。で、そうだね、僕がマシュマロさんに、かけてあげる言葉があるとするならば、そうね、こういう不安とかさ、なんか緊張感って、チャンスの前のピンチだと思ってて、それこそチャンスの前って絶対ピンチしか来ないんだよね、多分ね。なんかこういう不安とかっていうのもすごいピンチじゃん。言いたくなったらどうしようとか、あれこれ前できてた問題なのになんか緊張しとけねえとかね、いろいろあると思うんだけど、もうね、それをどうにかして乗り越えないとね、チャンスというかその結果は見えてこないというかね、っていうのはあると思うから、緊張すればするほど、この緊張がすごいいいスパイスになってチャンスに変わっていくんだろうなぐらいのね、感覚でいてくれれば嬉しいなと思います。マシュマロさんがね、ちょっとでも頭の片隅に置いてくれれば嬉しいなと思います。はい。では続いてラジオネーム赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、どうもルナですさんですね。癖がすごい。私は今年受験生です。ある問題が生じています。それは私の生きがい、ユータアットホームの時間帯と塾が被っていることです。去年は塾がなくてリアルタイムで聞いていました。そこで去年同様、受験生の応援メッセージが欲しいです。本気で頑張るんでゆうたくん頑張ってくださいと、メッセージいただきました。そうね、今はね、ユータアットホーム聞かなくてもいいかもしれないね。そっちの方に集中してほしい。あんま邪魔したくないからさ。ちなみにですね、青パジャマ、黄パジャマ、ルナさんって言っていい？ルナさんに、送る名言はですね、ドイツの詩人ゲーテの言葉。急ぐな、しかし休むな。これめっちゃ深くないですか？これめちゃくちゃ深いと思う。めっちゃいい言葉だと思うし、急ぐな、しかし休むな。いいと思う。これもうゆうた先生が必要ないぐらいのね、超有名な方の、すごい素敵な言葉なので、もう僕の言葉なんか聞かなくてもいいと思うんですけど、そうね、肩の力を抜きながら集中して頑張ってほしいですね。名言でも何でもないんだけど、やっぱね、この時期っていうのはね、すごく大切な時期だと思うから、ユータアットホームはこのね、時間が終わっても、ね、また聞けるだろうし、だからこの今ね、塾と被っていることはね、すごく大変だと思うんですけど俺もね、昔あったよ、サッカーの時間と被ってる、なんか嫌だなと思いながら、過ごしたんですけど、やっぱね、その目の前にある目標っていうのがあるなら、そこに向かっていくべきだよね、今はね。頑張ってほしいなと思います。はい。ルナさん、頑張って。頑張ってしか言えないけど頑張って。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム、わらりさん。私は今、大学3年生で保健室の先生を目指しています。先生になるための実習と試験が5月からあるので、ドームツアーには行けません。大好きなイリチニに会えると思っていたので悲しいですが、試験に合格するまでの辛抱なので、夢を叶えるまで頑張ります。合格できるように私にエールをくださいと、いただきました。試験勉強も NCT の曲を聴いて頑張ります。NCT の曲聴きながら集中できるのかなそんな笑いさんにはこの名言をプレゼント。ボルト・ディズニーの言葉ですね。夢を見ることができればそれは実現できるということです。はい。すごいね、保健室の先生、これからあれだ、いろいろな生徒さんの傷ね、もちろん見える傷もそうだし、心の傷もね、ケアしていく人になっていくと思うんだけど、俺もね、保健室の先生にすごい助けられたことがあったからね、一回。これはまたね、話す機会があれば話すんですけど、すごい心のね、ケアを一回してもらったことがあってね、だからすごいいい職業だなと思うんですけど、本当頑張ってほしいですね。わらりさんだけじゃなくて、みんなにもそうなんですけど、絶対合格できるし、あとね、むしろね、俺不合格はないと思ってる。
俺はいつも家庭を見てるから、そのね不合格だったとしても、そのね自分が頑張ったこととか知識っていうのは絶対ついてくるし、次にね活かせればそれも合格になっていくからね。失敗をして成功していくもんだから普通は。だからわらりさんもね頑張って保健室の先生になって、これからねたくさんの生徒を癒してほしいなと思います。はい、ということで今日は受験生応援企画ということで、勝手にねゆうた先生が現れましたが、今後ねまたゆうた先生が降臨するかもしれませんので、応援の言葉が欲しい方は引き続きメッセージをお待ちしています。はい、少しでもね、みんなのこう心に寄り添った言葉が書けれたらなと思うんですけどね、これからも皆さん頑張ってください。もう残りわずかでしょ。気引き締めてしっかり自分の目標に向かって頑張ってください。はい、ではジョセフ・サルバで Call on Me。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、お送りしたのはジョセフ・サルバで Call on Me でした。さてリスナーの皆さんからのメッセージを紹介しましょう。ラジオネーム中本のしーちゃんさんの隣さん、ゆうたさんはじめまして。僕はクリスマスに10年付き合ったゆうたさんの大ファンである女性と結婚しました。彼女はゆうたさんのことが大好きで、話の中にゆうたさんが出てこない日はありません。僕が嫉妬するほどです。僕は普段サプライズが苦手なのですが、結婚記念に何か喜ぶことはできないかと思い、妻が毎週欠かさず聞いているというゆうたさんのラジオにメッセージを送りました。毎週この番組を夫婦で聞くと思うので、ゆうたアットホームを大切な2人のホーム時間にしたいと思います。これからも変わらずゆうたさんと NCT127 を応援していくと思うので、妻のことをよろしくお願いします。僕も一緒に応援していますというすごい温かいメッセージが、中本のしーちゃんさんの隣さん、ありがとうございます。すごいいい旦那さんですよね。なんか僕だったら送れないな、嫉妬しちゃって。でもすごい器が大きくて、ありがとうございます。すごく嬉しいです。なんかこちらこそこれからもよろしくお願いしますっていう声をかけたいですね。いろいろあると思うんですけど、このゆうたアットホームもね、これから何年、5年、10年ってもう分かんないですけどね、やっていく中で中本のねしーちゃんさんの隣さんの子供ができたりしてね、子供のみんなとこのラジオをね聞いてくれたら嬉しいななんて思いました。ふと思いました今ね。それまで僕も頑張ろうかなと思います。はい、これからも末永く、元気で幸せに過ごしてください。僕ゆうたも応援しています。では次行きたいと思います。ラジオネームさとちゃんはゆうたのおかんさん。最近孫たちが学校へ行く前に必ずトランプやUNOに強制参加させられてます。ゆうたくんは子供の頃学校へ行く前は何をしてましたか？ギリギリまでバタバタしていましたか？インリチルの名前がスラスラ言える孫たちにはゆうたくんみたいに夢に向かって頑張ってほしいですと、メッセージをいただきました。ありがとうございます。僕はね意外とこのラジオでも言ってるんですけど、バタバタするの嫌いなんですよねバタバタするの嫌いだから、学校にね行く時から俺はね1時間ぐらい前から起きてたかな。っていうのも父がそういう性格で、ちゃんと1時間前に起きて自分のなんかね余裕時間を持つのはいいよみたいなね。なのでギリギリまでバタバタしている時はあんまなかったかな。そうですね、本当に子供たちがこう NCT だったり自分の頑張る姿を見て頑張ろうと思ってもらえたらすごく嬉しいですし、僕もね、皆さんがこう夢に向かって成長する姿を応援していきたいと思います。はい、メッセージありがとうございます。さて続いての曲に行きたいと思います。 NCT DREAM で Hello Future。 Hello Future Yuta at Home。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインターフェームだけのスペシャルコンテンツ。今月は僕のマイルールをご紹介しようと思います。今週はお昼のゆうたルールです。その1、お昼ご飯に最も登場回数が多いメニューは味噌チゲです。僕はキムチチゲより味噌チゲ派です。その2、ワークアウトで一番時間をかけるのは背中の筋肉です。背中は筋肉量の多いところなので、ここを鍛えると基礎代謝が上がるみたいですよ。その3、休憩時間に一番やっていることはコーヒーブレイクですね。
冬でもアイスコーヒーが多いです。室内は結構暑かったりしますからね。以上、僕のマイルール、今週はお昼のゆうたルールでした。それでは引き続き NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお楽しみください。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、ゆうたat home。今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホームいかがだったでしょうか。最後にラジオネームマリリンさん。ラジオが始まって以来皆勤賞で聞いています。ゆうたくんの言葉は上辺だけではなく誠実さが伝わってくるし、心が温かくなって本当にアットホームなラジオだなと思います。質問ですが、このラジオの名前ゆうたアットホームはゆうたくんが考えたのですか？他に候補に上がっていた名前とかありましたでしょうか、という質問をいただきました。マリリンさん、質問ありがとうございます。このね名前はスタッフさんがね考えてくれたんですけど、すごく聞いた時にいいなと思ったんですよね、僕も。っていうのもやっぱ一人でするラジオだし、そうだからこうアットホームな雰囲気でみんなも楽に聞いてくれたらいいなと思ったし、そもそも自分がさこういう風に楽に喋れないとこうアットホームな雰囲気で出ないじゃん。だからなんかすごくのほほんとした感じなんですけど、他にね候補が上がってた名前とかは多分ねいっぱいあったと思うんだけど、このゆうたアットホームを聞いてこれだと思ったのでこれにしました。はい、これからもマリリンさん皆勤賞で聞いてください。はい、これからも皆さんの声を僕にどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、 DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も僕のお部屋に遊びに来てください。皆さんバイバイ。 Baby 겁을내지 말아줘. Think about 내 별이 잠시되지 않아 정말. 난 더 환하게 널 만들어. 저 세계 영화라는 거 지구 말로는 그걸 LV. 네 맘이 시키는 대로 말해 뜻대로 움직여도 된다는 말이야. 우리끼린 달달하게 빡빡 쉐고 눈치 따윈 보지 말고 내가 벗으란 말이야. 걱정하지 말고 그냥 빡빡 믿어. 너만 그래도 돼. 내 그럼 너의 것이야. 내 옆에 너 꼭 붙어있어.